はい、つねです。今日はよろめきの息吹について検証していきたいと思います。よろめきの息吹というのは浪人の技でアップデ後に新しく追加されたものです。これをやると、周辺の敵を吹っ飛ばして、かつ弱体にさせる、ダメージも与えるというものです。これはなぎなた鬼ですら吹っ飛びますので非常に強力な技だと思います。で、弱体の効果時間が基本的に何秒なのか検証していきます。何もバフを乗せてない状態で何秒弱体するでしょうか。はい、20秒ですね。次にバフを乗せていきます。効果時間 40%、3マス、プラス炎上の長き、攻撃力 15% アップを乗せてみます。効果時間とそれから威力が上昇するでしょうか。はい、ダメージの減りはちょっぴり大きくなってますね。20秒を超えました。はい、27秒。これは時間も炎上も乗るということが検証されました。では次に、奥義の威力は乗るでしょうか。炎上 15%、奥義 20% でやってみます。プラス 35% なので、お察しの通り、死んでしまいました。やはり奥義の威力は乗るということです。ちなみに崖から敵を突き飛ばした場合は、崖にヒットした瞬間にもダメージが当たります。例えばダメージ、巨体鬼兵に対する威力はあんな感じです。でも正直そんなにでかいかって言ったらそんなに大きくはないかなと思います。続いて、巴投げが適用されるかです。これ、巴投げ適用されると強いですよね。どうでしょうかね。はい。しっかり点灯していますね。巴投げは適用されるということが分かりました。ちなみに点灯の時間ってどれぐらいなんでしょうかね。さっきの状態以上を持ったような時間でどれぐらい、3秒ぐらいということでしょうね。3秒ぐらい点灯しているよということでした。ちなみに有名な技なんですけれども、これよろめきは崖に敵がよろめき落ちちゃった場合はその敵は死んでしまいます。こんな感じで煙玉で挟んでボンとやると崖に落ちてしまいましたね。こういう技もあるようです。樽も壊れます。ではここで毎度恒例のこのよろめきの息吹を生かしたビルドを構成してみます。ビルド紹介です。まず月の太刀、近接受け流し、さらに腰袋、よろめき、状態異常。状態異常は3つ盛ります。弱体の効果時間を長くしてます。さらに受け流しの起線を2つつけてます。で、ヒルの発動率を高めてます。炎上の嘆きにヒルの受け流しをつけてますが、奥義の威力も乗せているので、よろめきの威力を上げてます。で、この炎上の攻撃力 15%、アングにも乗るし、検証した通り、よろめきの息吹にも乗ります。で、技については、アング強化ですね。急速回復と癒しの功をつけているので、常に最大値までマックスに HP を運んでいくというところを心配りしていきます。アングの威力は2つ乗せています。なので、50%、それから20、20で90% プラス、炎上の長きの 15%、105% は最大乗ってるよねっていう感じで整えてます。それではやってまいりましょう。炎上のよろめき、どうぞ。地に毛量を送り出し、果てのない黄昏時を生み出した。村を燃やし、灰へと変え、国中に破壊と恐怖をまき散らす。こやつらに立ち向かうのはクロードのみ。たとえ風を取ろうと一歩も引くことはない。は
はい、実際使ってみての感想ですけれども、実はこのよろめきの息吹って2週間ぐらい前からいわゆるその上級クロード連の皆様たちがですね、ざわざわとざわついててですね、噂になってたんですね。で、YouTuber 様のうちもちらほらなんかよろめきの息吹を使った崖突き落としビルドでプレイしてらっしゃってすごいなって思ってたんですけど、ただですね、実際やってみると結構難しくって、これで本当にキル数を伸ばすことができれば本当にすごいと思います。あとアップデートで方針玉にアングの威力が乗らなくなってしまって、普通ハウには乗るんですけれども、浪人の遠距離攻撃の威力が弱まっちゃったんですね。ということもあって、今後浪人の近接攻撃型の浪人が脚光を浴びるんだろうなと思います。ですので、スキャン使いの方はヒルでHP を回復してとか、炎上のボフをつけてとか、そういった形の近接に特化した浪人さんっていうのをやるとちょっと強いかもしれません。こんな感じですよね。でもやっぱりね、決め手に欠けるんですよね、正直ね。なので、梅沢富美男、これ時間長くて、2分少々かかっちゃったから、長いものを選ぼうと思ったら、梅沢富美男なんですけど、梅沢富美男いいですよね。私は梅沢富美男大好きです。じゃあ、皆さん、さよなら。